こんにちは、ミッキーです。気づけば、あと数日で新年を迎える季節になり、いろいろと1年を振り返る時期かなと思います。2022年は旅行支援をはじめ、街にも活気が戻ってきた影響で、カフェ巡りや旅行など、本チャンネルがお役に立てる機会も増えてきたかなと感じています。そんな中、以前に好評だった東京の朝ごはん特集を改めて企画しました。今回は前半にコスパ重視のモーニングカフェ、中盤に本格コーヒーの朝活カフェ、後半に高級感あふれる贅沢モーニングをまとめていますので、気になるところから確認していただくのもおすすめです。長編の動画になりますので、YouTube の後で見る機能などを活用しながら、年末年始の隙間時間に確認していただければと思います。このチャンネルでは、カフェ巡りなど、日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方は、チャンネル登録をして、次の動画も見逃さないでください。ちなみに、今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は、本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、進化し続ける東京駅に昭和の面影を残す喫茶店でございます、アロマコーヒーさんでございます。こちらのお店は私出勤の時にも非常にたくさん利用させていただきまして、めちゃくちゃコスパがいいモーニングが魅力になってますので、ぜひ皆さんも利用していただければと思います。直火式焙煎で焼き上げましたコーヒー豆をサイフォンで入れます香り豊かな一杯と、今申し上げましたようなコスパの良すぎるモーニングが魅力のお店でございまして、1970年の創業以来、熱風式の大量生産に頼らず、直火焙煎で丁寧にじっくり焼き上げてコーヒーを提供するスタイルは変えず、香ばしさにこだわった豆を焙煎し、提供してくれるお店でございます。豆をひいて袋詰めにした後も、袋には目を凝らさなければ確認できないほどの小さな穴を開けて豆に呼吸をさせているということでございまして、こうすることで豆の鮮度を保つことができ、美味しいコーヒーの提供を可能にしているということでございます。こちらのお店は朝7時からオープンしてますので、間違いなく朝活に利用できますし、私のようにサラリーマンにもおすすめかなと思いますし、さらに申し上げますと、モーニングは12時まで可能だということでございますので、例えば東京駅周辺で宿泊された方がチェックアウトしていただいて、こちらでモーニングいただいてから地方に行かれるという形でもご利用いただけるかなと思います。八重洲地下街でございますので、このまま食べていただいた後に少し歩いていただいて新幹線に乗るということもできますので、東京駅を出る最後の締めくくりの場所としてもご検討いただければと思います。こちらがモーニングセットになっていまして、なんと550円税込みでございますし、この厚切りトーストとジャム、バター、あんこのトッピングがついて、さらに右手に映ってますゆで卵がついています。そしてさらにホットコーヒーついてくるんですけども、ホットコーヒーもおかわり自由になってますので、もうこちら本当に入り浸ってですね、利用できるようなお店になっています。この八重洲地下街というエリア自体がですね、もうとりあえず東京駅で迷ったらこの中から店を探していただいて、飲み会もいいですし、ランチもいいですしって形でご利用いただけますので、ぜひですね、アロマコーヒーさんに乗っていただいた際にお気に入りのお店を八重洲地下街の中から探していただいて、例えばその日の夜には気になったお店でディナーをいただいて帰っていただくというのもおすすめかなと思います。続いては、老舗のお茶販売店でございます山本山が運営する大人カフェ、ピークスピークカフェでございます。コーヒーやお茶に季節ごとの味のピークである旬を感じ、常に自分の調子をピークに持っていくことができる場所がコンセプトになっています。日本橋というビジネスマンが多い街において、仕事の前、仕事の合間に飲み頃、食べ頃を楽しみ、最高の状態で仕事に臨めるサポートをしてくれるお店でございます。コーヒーメニューはもちろんのこと、スイーツだったりとか、あとはフードメニューも結構充実していますので、ランチとかカフェタイムにも十分とゆったりと過ごすことができるような空間になっています。こちらのお店は設計事務所今が作り上げましたおしゃれな店内空間になっていまして、天井は高く大人な雰囲気になっています。棚田と呼ばれる傾斜地にあります稲作地の美しさから着想を得た形状をベースに、ベンチやテーブル、電飾の配置を含めましてアーティスティックな空間が作られています。吹き抜けの空間ということもありまして、目線を下げて落ち着いた居心地にするために真鍮の特注のペンダントを各席に配置しまして空間を構成している粋な演出も特徴的になっています。コーヒーやお茶ももちろんのこと、ワンコインの高コスパモーニングも大注目になっていまして、全部で3種類ございます。
今回頼んだのは A セットでありますハニー×バターのパンケーキなんですけども、 B セットはツナ×マヨ、 C セットはベーコン×チーズのパンケーキをいただくことができますので、ぜひ気になるメニューを頼んでいただければと思います。他にもこういった形でサンドイッチ等も用意されていますので、例えばコーヒーをテイクアウトしていただいてサンドイッチを一緒に添えていただいて出勤前にいただくというのもとてもおすすめかなと思います。あとはケーキなどのスイーツメニューも比較的多く用意されているのが嬉しい部分です。こちらはこの日に頼みましたモーニングセット A でございまして、ワンコインの500円でいただくことができます。このパンケーキ2枚に加えてコーヒーもいただけるのでとてもお得かなと思います。ちなみに A セット以外の B セット、C セットはワンコインではないんですけれども、 B セットは580円、C セットは630円と、それでも比較的リーズナブルかなと思いますので、ぜひ気になるメニューを頼んでいただいてお得に朝から楽しんでいただければと思います。モーニングタイムはちなみに10時半までですけども、朝6時半からやっているので、そういった部分も嬉しいです。続いてご紹介しますのは、神田から食べログ喫茶店100名店2021にも選ばれていますこちらコーヒー専門店エースさんでございます。世界のコーヒー40種類と書かれています通り、たくさんの種類が用意されています。こちら今年で創業51年を迎える神田の名物喫茶店になってますので、神田にお勤めの経験がある方なんかはもしかするとご存知かもしれないです。こちらの看板メニューであります海苔トーストは他では味わえない絶品になっていまして、なんと220円でいただくことができます。以前私も神田に勤務していたことがあるんですけれども、2018年当初なんと170円でいただけたので、その時はめちゃくちゃ破格な値段になってましたね。こちらのお店はご兄弟で運営されているお店で、温かみのあるお兄様の手書きメニューもめちゃくちゃ素敵になっています。そして冒頭で申し上げました通り、ストレートやブレンド含めめちゃくちゃたくさんの種類のコーヒー豆、そしてモカジャバやバターコーヒー、ハワイアンコーヒーなど世界中のコーヒー提供スタイルで楽しめるというところも魅力の一つになっています。非常にフードメニューも充実していますので、喫茶店で本を読んだりとか各々の時間を過ごしていただくのもいいですし、お腹が空いた時にコーヒーブレイクとして立ち寄っていただくのもとてもお勧めできるかなと思っています。こちらメニュー表示させていただいていまして、本当に字が上手で、こういった味のある雰囲気を出してくれているところがインスタ映えにもなるかと思いますので、ぜひ確認していただいて思い出に収めてほしいです。こちらのコーヒー専門店エースさんでのモーニングサービスは朝7時から10時までやっていまして、 A セットでは今回ご紹介しますようなブレンドコーヒーと海苔トースト、 B セットではブレンドコーヒーとハムトーストがセットになっていまして、 A セットは570円、 B セットは690円でいただくことができますので、とてもコストパフォーマンスがいいメニューをいただくことができるかなと思います。こちらはこの日いただきましたモカジャバでございます。このカラフルなチョコレートがかかっている様子もとても素敵だなと思ってますし、さらに言うとこちらの陶器がとてもおしゃれですよね。喫茶店ならではの楽しみ方として、こういった陶器含めたインテリアを楽しむというところも皆さんも好きな部分なのかなと思ってます。そしてこちらはこの日に別途いただきました海苔トーストと、本日のサービス品でありますロイヤルブレンドでございます。この海苔トーストののれん風のアイテムもめちゃくちゃ可愛らしいですし、そしてなんといってもこちらの海苔トーストですね。トーストというとジャムをかけたりというところで結構甘いイメージをされる方が多いかと思うんですけれども、こちらの海苔トーストは醤油で味がつけられためちゃくちゃ個性的なメニューになっていまして、おにぎりから着想を得ているということでございまして、パンに変えたらまた違った味わいができるんじゃないかなといった発想から生まれている注目メニューになっています。続いてご紹介しますのは高円寺からコーヒーアロームさんでございます。高円寺のカフェたくさんあるんですけれども、こういった朝からやってるカフェがそれほど多くなくてですね、そんな中でも貴重なモーニングを楽しむことができますのがこちらのアロームさんでございます。住宅街の中にひっそりと佇む空間になってるんですけども、緑が溢れる入り口からおしゃれな店内の雰囲気も含めてとても居心地がいい空間になっています。お店の入り口にもご紹介があるんですけれども、モーニングサービス600円および800円でいただくことができまして、モーニングは朝8時から11時半までの時間でいただくことができます。こういった形で店内入っていただきますと、まさに純喫茶と言えるようなレトロ空間が広がっておりまして、とても清潔感があるのも嬉しいポイントになっています。こちらのお店は
キーンと親しみのあります女性の店主さんが運営されているんですけれども、店主さんとの会話もとても居心地が良くてですね、ここでモーニングをいただいた後にお店を出る時まで心地よく見送ってくれますので、気持ちの良い朝を始めるという時にもとてもぴったりな場所かなといった印象でございます。高円寺に限らず、こういった長年運営されているような純喫茶な空間の中で店主さんとの会話を楽しめるところも中央線沿線の喫茶店巡りの魅力かなと思ってますので、ぜひ訪れてみていただければと思います。アロームさんでは壁面にあります絵画などがとても美しいんですけれども、全て地元の作家さんの作品だということでございますので、ぜひこのあたりも合わせて楽しんでいただくととてもいいかなと思います。こちらの作品自体も1ヶ月に1回程度変わるということでございました。そして一杯一杯丁寧にコーヒーを入れてくれるんですけども、コーヒーの量も非常にたっぷり入れてくれまして、朝から満足感たっぷりなコーヒーになっています。なのでコーヒー好きな方、朝からコーヒーで始めたいという方に関しましては特にお勧めできるようなお店になっています。こちらはこの日いただきましたモーニングサービスのコーヒーでございます。背の高いカップにたっぷり入れてくれますのでとても嬉しいですね。先ほどお見せしました通り目の前で丁寧に入れていただくこともできますので、ハンドドリップで入れていただいてコーヒーが膨らんでいく様子なんかも楽しむことができるかなと思います。そしてこちらモーニングサービスになっていまして、サラダとトーストと卵をつけていただくことができまして、非常にボリューミーなメニューになっています。ワンコインの500円までとはいかないんですけれども、プラス100円の600円でこれだけのボリュームを味わえるというところはもうとてもおすすめですね。特にサラダいただけますので、食事のバランスが不安だなという方に関しましても、朝から体の調子を整えていただくととてもおすすめかなと思います。続いてご紹介しますのは、2020年2月にニューオープンしましたフラワー&カフェアットホームさんでございます。こちら、実はお花屋さんとしてはもともと運営されていたんですけれども、カフェ併設としてリニューアルオープンしたのが2020年の2月だということでございます。こちら朝9時からもオープンしていまして、朝活にもおすすめでございますし、Wi-Fi もあるという神スペースになっています。2021年から始まりました高コスパすぎるモーニングはなんと440円からでございまして、サラダセットのモーニングやモーニングプレート形式などボリュームもお好みで調整できるところが嬉しいポイントになっています。店内もお花がたくさんありまして、インスタ映えな空間だと思いますし、もちろんお花の購入もできるということでございますので、部屋を美しくお花で彩りたいというニーズがある方なんかは訪れていただいて、その空気感含めて楽しんでいただければと思います。でこの日は天気がいい日の朝活で伺ったんですけども、この店内を差し込む光の加減とかもとても幻想的で美しい空間になっていますので、こういったところも吉祥寺の空間の中で落ち着いて過ごせるような隠れ家的な空間になっているのかなと思っています。こちらが先ほど申し上げましたモーニングセットのメニューになっていまして、種類も3段階に分けられていますし、この日は一番コスパがいい440円のメニューいただいたんですけども、モーニングプレートもボリューミーで非常に興味深かったので、ぜひ次訪れた際には頼んでみたいなと思っています。他にもカフェタイムのメニューがあったりですとか、フードメニューもスープメニューを中心にたくさんありましたので、ぜひこのあたりを確認していただいて、朝活に限らず様々な用途でご利用いただければというところでございます。こちらがこの日にいただきましたモーニングでございまして、本当この厚切りトーストとあんバターがついて、さらにドリンクもついて440円なのでとても安いですよね。私もたくさんモーニングを訪れているんですけども、ワンコインを切るようなお店もだいぶ減ってきてしまいまして、もちろん円安の影響もあるかと思いますけども、この値段で提供できるというところは本当にすごい努力をされてるんだなというふうに感じることができました。この日はプラス110円でカップスープもいただいたんですけども、こちらのカップスープ含め全てのメニューは手作りでございまして、添加物を使わず腸内環境の改善にも貢献してくれるようなヘルシーなお店になっています。他にもスイーツが注目でございまして、フルーツクリーム大福など有名だということでございますので、ぜひ確認していただいて訪れてほしいなと思います。続いてご紹介しますのは、大関からスノービーンズコーヒーさんでございます。4通りの抽出方法を用意し、バリスタがお好みのスタイルで提供してくれますこだわりのコーヒー店になっています。まったりとした口当たりでほんのり甘みを感じられますネルドリップ、酸味抑えめのコクが味わえますエアロプレス、
雑味がなく豆の個性が綺麗に抽出されるペーパードリップ、そして旨味成分を含むオイル部分が抽出できるフレンチプレスなど4種類楽しむことができますので、ぜひバリスタさんと相談していただきまして、お好みの豆でお好みの一杯を頼んでいただきたいなと思っています。店内にはこういった形でスペシャルティーコーヒーの説明があったりとか、あとはこちらですね。実はダッチコーヒーと呼ばれます専用のドリップサーバーになっていまして、店内のフロア中央に設置されています。こちらではアイスコーヒーを18時間かけて丁寧に抽出していまして、そちらも本格的な一品になっています。今の季節はだいぶ寒くなってきましたので、そういったダッチコーヒーのアイスコーヒーよりかはホットコーヒーをいただきたいなと思うんですけども、その辺はその時の気候やご自身の気分に合わせて楽しんでいただければと思います。そんな感じで抽出方法のこだわりを説明してきたんですけれども、肝になるコーヒー豆自体もとても厳選しておりまして、季節で厳選されましたスペシャルティーコーヒーの木豆を使用し、自家焙煎で生成してくれています。カフェラテやカプチーノはもちろん、カクテルのようなアイスコーヒー、カフェシェケラートやアフォガードなどエスプレッソメニューも充実していますので、冒頭で申し上げました抽出方法を生かしたブラックコーヒーはもちろんのこと、エスプレッソドリンクも注文していただければと思います。他にも紅茶のメニューが豊富だったりとか、あとは手元で映しています通りスイーツ、そしてフードメニューも充実していますので、様々な用途で使うことができるかなと思っています。また、今映させていただいています通り、お店自体7時半からやっていまして、11時まで提供されていますモーニングサービスとしましては、ドリンクメニューを1杯注文することで、こちらの厚切りトーストが無料でついてきますので、とてもおすすめになっています。そして特徴的なのは、トーストの味付けとしまして、3種類のジャム、そしてバター、ヌテラチョコなど使い切れないほど豊富でございまして、手前にはシロップもありますね。厚切りトーストも2枚で贅沢にいただけるんですけども、味付けも選ぶことができますので、贅沢なトッピングと合わせて、そして美味しいコーヒーと合わせて朝の時間を充実させていただければと思います。続いてご紹介しますのは、2022年5月にリニューアルし、45年の歴史に新たな一歩を刻んだ立川の大人空間でございます。こちらクリムトコーヒーさんという名前なんですけれども、1975年当初、立川駅前広場のロータリーに面した場所に、立川がヨーロッパの街のように文化の発信地となってほしいという願いを込めてオープンしたお店でございます。創業者の好きな画家でありますグスタフ・クリムトの名前にちなんだクリムトさんでは、オープン以来確かな品質のコーヒーを携えて居心地のいい空間を提供してくれます。リニューアルによって生まれ変わったスタイリッシュな雰囲気の店内では、バリスタさんが入れるこだわりのエスプレッソはもちろん、姉妹店エミリー・フローゲさんのシェフパティシエが作るフランス菓子やパンもいただくことができます。こんな感じで今映しています通り、店内は細長い設計になっていまして、個室があるわけじゃないんですけれども、一人一人の時間に没頭できるような心地よさがありまして、一つ一つの席も広めになっているのが嬉しいポイントになっています。こういった形で焼き菓子がたくさんディスプレイされていまして、その展示方法を含めてとてもおしゃれな空間なのが嬉しい部分ですね。さらにコーヒー豆は代官山にありますカフェファソンさんのクリムトブレンドとイタリアのエスプレッソブレンドミシェラドーロのグランドアルマから選ぶことができまして、今回はクリムトブレンドを選んだんですけども、日本でブレンドされたスペシャルティーコーヒーかつナチュラル製法の豆を使用した本格的な味わいになっています。こういった形でカネレやクロワッサン等の提供もありますので、ぜひそういったこだわりのコーヒーと合わせていただくととてもおすすめかなと思います。この日はこちらのクロワッサンに加えてカネレとカフェラテをいただくことにしました。カフェファソンさんのブレンドをいただきますと、こういったロゴも添えてくれますので、非常におしゃれな雰囲気で味わうことができるかなと思います。でこちらのコーヒーなんですけども、ラテであっても果肉の甘みや酸味が感じられるフルーティーな香りと甘い味が特徴的でございまして、ミルクとの相性もとても良くて、ラテとしても美味しくいただくことができました。これからだんだんと寒くなってきますので、ホットでもぜひいただいてみて、その味わいと香りを感じていただければと思います。続いてご紹介しますのは、2020年の5月にニューオープンしました二足歩行コーヒーロースターズさんでございます。
こちら1階では十二分ベーカリーさんというベーカリーが併設されていまして、こちらの十二分ベーカリーさんと二足歩行さん両方楽しむことができますので、こういったご紹介方法にさせていただいているという形でございます。でこちらのお店なんですけれども、以前からとても行きたかったお店でございまして、というのも以前にご紹介してます代々木公園編のカフェ特集の中で15度というお店があったんですけれども、そちらでは二足歩行コーヒーロースターズさんの豆を使ってたということでございまして、そこでコーヒー豆だけ購入していましたので、ぜひですね本場のロースターがあるこちらに伺いたいと思っていまして、やっと願いが叶ったというところでございます。残念ながらそちらの15度さんは閉店されていまして、今はないんですけれども、こちらの二足歩行さんではカフェ空間含め非常にゆったりと楽しむことができますので、もしご存知の方いましたらこちらに訪れていただいて、そのコーヒー豆とあとは十二分ベーカリーさんのパンも試していただきたいなと思っています。で先ほど申し上げました通り、コーヒー豆がとても美味しいので、このパッケージ、この二足歩行というですね、おそらく類人猿をイメージしているようなお猿さんのイラストが描かれていたようなこういったパッケージとかも購入していただくととてもいいかなと思ってますので、お土産とかにもご活用いただけるコーヒーかなと思っています。でコーヒーあまり詳しくない方のために少し補足しますと、この二足歩行さんは浅入りと言われる結構フルーティーな味わいのコーヒー豆を楽しむことができますので、もちろんこの喫茶店の昔ながらの深入りのコーヒーでスイーツと一緒に楽しむというのもいいんですけれども、最近の若い方が結構好きな浅入りのコーヒーなんかを買っていただいて、ちょっと贅沢な時間を過ごしていただくというのにもおすすめかなと思っています。でこちら1階に様子を映してるんですけれども、実は十二分ベーカリーさんの方ではお花屋さんもありまして、お花を買っていただくこともできますので、もしよかったらこの辺もご購入いただいて、日常の中に自分の自宅の中にも彩りを与えていただくととてもいいかなと思っています。でこんな感じでパンは非常に多くの種類が販売されていまして、食材は契約農家さんから自然農法有機栽培減農薬の野菜や果物を仕入れているということでございます。一切出来合いのものを使わずに全て手作りにこだわっているというところもポイントになっているかなと思っています。でこちら2階でいただいたメニューの様子なんですけれども、この日は十二分カレーパン、風船パン、ショコラフランス、ショコラオレ、あとはシーズナルラテとイルガチェフェのコーヒーをいただくことにしました。で本当にふんわりとさっくりとした食感になっていまして、めちゃくちゃ美味しいパンになってますので、ぜひ試してみてほしいなと思ってます。で1つあたりだいたい200円から400円ぐらいの値段でいただくこともできますので、比較的お手頃に味わえるかなとも思っています。あと見た目もとても美味しい感じになってますので、こういった写真とかに収めていただくとまさに食欲がそそられるような雰囲気になっています。あとコーヒー自体も先ほど申し上げましたような浅入りのコーヒーをいただくこともできますし、こういったコーヒービーンズの説明なんかもしていただくことができますので、コーヒーの知識も深めていただくことができるかなと思ってます。あとラテアートもとてもおすすめになってますので、その辺も楽しんでみてください。続いてご紹介しますのは、キンプトンの1階にあるお店でございます。2020年10月にオープンしましたザ・ジョーンズカフェバーでございます。新宿随一のニューヨークなおしゃれ空間になっていまして、朝のエスプレッソ、夕方のスイーツ、クラフトビールやオーガニックワイン、一日のどんな時間にもスタイリッシュな人々が集まり、自由で開放的な空間になっています。こんな感じで入り口には早速おしゃれなアートが飾られていまして、こういったところからもニューヨークな雰囲気を味わえるかなと思っています。ネオンのアクセントがアンティークアイテムのアートやラッカー仕上げのテーブルが照らす中、インディーズのミュージックに耳を傾ければ、そこはまるでニューヨークなおしゃれカフェといったコンセプトになっていまして、一日を通して本格的なニューヨークスタイルのフードやドリンクをお好みで楽しむことができます。まさにこの空間めちゃくちゃ開放的で、天井も高くて一つ一つのインテリアがとてもおしゃれになっていますので、ぜひお好みの場所を探していただいて写真に収めてほしいなと思っています。この日は平日の午前中に伺っていまして、比較的空いてるんですけども、土日とかはもしかしたら混んでしまうかなと思っています。ちょっと新宿から離れている距離にありまして、都庁前の駅から近い駅になりますので、もし大江戸線を使われる予定がある方は都庁前駅で降りていただいて歩いていただくと、より近く訪れていただくことができるかなと思っています。さらに小田急線ユーザーの方は南新宿駅で降りていただくと10分ぐらいでたどり着くことができますので、ぜひそちらの選択肢も検討していただければと思います。こんな感じでジョーンズさん、たくさんの席の種類があるのも魅力の一つですよね。2022年の3月からは午後5時を機にイブニングタイムが始まり、ワインバーに様変わりする様子もあるということでございまして、ソムリエさんがその時々のテーマに沿って厳選するセンスあふれるワインセレクション、エグゼクティブシェフトーマスさんによるクリエイティブなフードメニュー、そしてスタイリッシュな店内で親しみやすいスタッフの方々がおもてなししてくれるということでございます。
まるで世界を旅しているかのような体験をコンセプトにサービスを提供してくれるということでございます。こんな感じでカウンターの横には複数のスイーツや焼き菓子がありますので、この辺も選んでいただいて、お好みのドリンクと一緒にティータイムを楽しんでいただくのもめちゃくちゃおすすめかなと思っています。ただ少し値段がかかってしまいますので、お財布に余裕を持ってちょっと贅沢に過ごしたい、そんな一日に使ってほしいようなお店になっています。で、この見た目からもめちゃくちゃ美しい感じなので、もしよかったらこちらテイクアウトしていただいてお土産用にも使っていただくとめちゃくちゃいいかなといったところでございます。こちらの店ではモーニング、ランチ、バータイム、いずれの時間帯もサービス料が加えて 15% かかりますので、その点はぜひご注意いただきたいなといったところでございます。こんな感じでジョーンズさんでは QR コードを読み取っていただきまして、手元のスマートフォンやタブレットでメニューを確認していただいて、店員さんにオーダーする形になりますので、ぜひゆったりと自分の手元でお気に入りのメニューを探していただきたいなといったところでございます。こちらこの日に注文しましたキンプトンブレンドでございます。今回ドリップのスタイルでいただいたんですけども、もちろんカフェラテなどのメニューもありますので、お好みのスタイルでエスプレッソドリンク頼んでほしいなというところでございます。こちらのコーヒーにはクッキーもついてきますので、1杯だけでも十分に楽しめるようなメニューになっています。さらにこちらはモーニングで提供されていましたイングリッシュマフィンでございます。私この日はモーニングの時間帯に訪れていまして、実はこの後に新宿の PCR 検査を受けるといったコースにしていまして、実際この西新宿から PCR 検査会場でありました新宿3丁目までは結構歩く羽目になってしまったので、場所としては新宿の西側に予定がある方はこちらを利用されるととてもいいかなと思っています。以前の新宿カフェ特集パート3でもご紹介しているようなザ・ノット東京なんかもこちらの近くにありますので、参考にしていただきたいなと思っていますし、西側のエリアですと新宿西口にはバスターミナルもありますので、バスタ新宿ではなくて新宿西口にバスに乗る予定がある方なんかは、こちらでモーニングを済まされた後にバスで移動するといったところも選択肢の一つになるかなと思っています。続いてご紹介しますのは、2022年の3月にオープンしたばかりのワールドブレックファストオールデーの銀座店でございます。こちら以前に吉祥寺特集で1回ご紹介してるんですけども、国内では3店舗目となるお店でございます。朝ごはんを通して世界を知るをコンセプトに、世界各地の朝ごはんを紹介しているカフェレストランでございまして、旅先でふらりと立ち寄った時のような異国情緒漂う雰囲気の中で、東京にいながら海外の旅気分を味わえるというところがおすすめのポイントになっています。席の数はそんなに多くないので、もしかすると並んでしまうこともあるかと思うんですけども、ぜひ足を運んでいただきたいようなお店になっているので、今回の動画を参考にしていただきたいというところでございます。私自身はこちらのお店がオープンしてからすぐにかかったので、3月に特集していた国でありますクロアチアの朝ごはんをいただいたんですけども、2ヶ月ごとに特集メニューが変わりますので、ぜひ事前にホームページや SNS 等を確認していただいて、皆さんが訪れる月はどこの国の特集かというところを確認していただいた上で楽しんでいただくと2倍3倍楽しめるかなと思っています。特集メニューの他にもイギリス、アメリカ、台湾の朝ごはんにつきましては常時用意していただいてますので、そのあたりはいつ訪れても楽しめることができるところもポイントになっています。こんな感じでその月に特集されている国のご紹介なんかは手元のチラシで確認していただくことができますので、こういったところも料理ができてくるまでの待ち時間として楽しめるポイントになってますし、こういったところをきっかけに今後の海外旅行の参考にしていただくというところもありかなと思っています。友達との会話なんかもすごい弾みそうですよね。そしてこちらはこの日にいただきましたトルココーヒーでございまして、こちらもクロアチア特集の一環で提供されていたものになっています。トルココーヒーは実はこのカップの底の方に豆が沈んだまま提供されていまして、この上澄みのみを飲んで楽しんでいただけるようなドリンクになっています。こちらのトルココーヒーなんですけども、香りも口当たりも焦がし砂糖のような甘みを感じる不思議な味わいになってましたので、もし別のお店等々でトルココーヒーを試す機会があったら楽しんでいただきたいというところでございます。この日はこちらのクロアチアの朝ごはんいただいたんですけども、今手前に映していました小麦粉を練った皮にチーズを包んだパイのような家庭料理シュトゥルクリというものをいただいたのと、あとはひき肉のグリル料理であるチェジャプチチというものですとか、赤いパプリカとナスやニンニクで作るペーストアイバルというものですとか、アスパラガスが入ったオムレツフリタヤ、トウモロコシの粉で作るおかゆのようなポレンタというものを合わせたワンプレートになっていました。こんな感じでクロアチアの朝ごはん以外にもその季節ごとの朝ごはんでは複数のメニューをワンプレートで提供していただきますので、その国を満足感たっぷりに味わうことができるかなと思っています。
続いては新橋や汐留などがあります港区の方ですね。そちらからご紹介していきます。こちらは芝公園にありますルパンコティディアンさんでございます。食べログ100名店2021にも選ばれているお店でございまして、非常に人気なお店になってますので、ぜひご活用いただきたいなと思っています。また朝早くからもやってますので、まさに朝活におすすめですし、この辺りのエリアはサラリーマンの方とか OL の方が多いかと思いますので、ぜひご活用いただきたいようなそのお店になっています。芝公園には東京タワーもありますので、例えば東京に観光に来られた方は東京タワーを見て宿泊していただいて、その翌日の朝にはこちらのルパンコティディアンさんに利用されるというのもおすすめかなと思ってます。こちらのお店はベルギー発祥のベーカリーレストランでございまして、世界中に店舗があるということでございます。日本ではこちらの芝公園店のほか、六本木と新宿にもありますので、もしそちらの方が近いという方はそちらもご検討いただきたいなと思っています。そんな感じなんですけども、ぜひですね、この芝公園の開放的な空間、そしてなんといっても芝公園店から見える東京タワーがとてもおすすめなので、そういったところを注目していただきたいなというところです。フランス語で日々の糧を意味する店名が表すのは、食べ物としてだけではなく、ここで働く全ての人にとっての生き方を表現しているということでございまして、焼きたてのパンをオーブンから取り出す時に広がる温かく香ばしい香り、その美味しさを人々が集うテーブルで分け合いたい、そんな思いを持って日々提供されているということでございます。こういったルパンコティディアンさんのグッズとかも販売されていまして、こちらのバッグとかを買っていただいて日常使いでこのパンをテイクアウトしていただくといった、そういった活用方法もあるのかなと思っています。こんな感じでですね、店内で焼き上げているようなパンの様子とかも眺めることができますので、この辺を見ながら食欲を沸かせていただければ2倍3倍楽しめるかなと思ってます。結構店内も広々としていまして、たくさん席の数もありますので、もしよかったら複数人で来ていただいて、例えばランチとかのご活用もご検討いただきたいなと思っていますし、お店自体は東京プリンスホテルの敷地内にあるということでございまして、ディナーの営業もやっているようで、例えばこれから新入社員を迎えたりとかで、職場の仲間と少し意気投合したいななんて時には、今の時期だからこそ朝の時間とかをご活用いただいて、ちょっとおしゃれな空間の中で一息ついてから仕事に入ったりとか、あとは昼休憩長めにとっていただいて、こういった贅沢な時間を過ごしていただくというのもとてもいいかなと思ってます。で、こちらはこの日にいただきましたアボカドトーストでございます。こちらモーニングのセットになっていますので、コーヒーだったりとか紅茶だったりを選んで頼むことができます。で、このオリーブオイルのかかったとても美味しいパンなんですけれども、こちらで販売されているパンは基本的にオーガニック小麦を使用したパンが中心になっていまして、食材も良質なものにこだわっているというお店でございますので、健康的な食事を楽しむことができるかなといった感じです。あとですね、こちらのモーニングセットで紅茶をいただいたんですけれども、その紅茶もですね、温めた器を持ってきてくれる配慮をしていただけたりということで、結構そういった配慮も素敵な空間になっていました。あとですね、ジャムは店内に設置されているジャムコーナーから好きなものを選んでこれますので、そういったものを自分のお好みに応じてパンにつけていただいて、自分の好きな味を試してほしいなと思ってます。以上、今回は完全攻略東京朝ごはん11選としてご紹介させていただきました。今回ご紹介したお店の中で一つでも気に入っていただいたお店がありますととても嬉しいですし、さらにですね、今回は東京都内幅広くワンエリア1店舗ずつご紹介させていただいてますので、もし気に入った店舗がありましたら、そのエリアの動画も私の過去の動画の中にはありますので、ミッキースペース土地名で調べていただけますと、おそらくヒットするかなと思います。東京に観光に来られる方はもちろんですけれども、東京都内に在住の方々もその土地に行ったら合わせてカフェも楽しみたいなという要望があるかと思いますし、カフェの空間なんといってもゆったりと過ごせる空間がとても素敵だなと思いますし、今回ご紹介させていただいたカフェはいずれもゆったりと過ごせますので、そういった参考にもしていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。